皆さんこんにちは。今日はつきづらいを解決するというレッスンをしていきます。今日のテーマは手玉に届かないです。女子高生のさなちゃんにレッスンしていきますね。よろしくお願いします。さて、このように手玉の位置が遠くて届かないとき、まず台に身を乗り出すのですが、始めたばかりの頃はこれが難しいとおっしゃる方が多いです。それでも届かないときにはメカニカルブリッジを使います。この使い方もお伝えしていきますね。それでは見ていきましょう。ちなみにさなちゃんの身長は155センチ。普通についた時は手玉の位置が真ん中あたりから届かなくなってくるんですね。まずは台の上に体を乗り出してみましょう。はじめのうち、私は体が硬いので無理ですとおっしゃる方がとても多いのですが、硬さはあまり関係ありません。ここで台の上に乗り出すコツがあります。体の重心をビリヤード台に預けるということですね。まずは体ごと台に乗せるイメージです。その後、片足のつま先だけ床につけます。やってみましょう。両足が離れるとファールになります。はい。繰り返しますが、片足を床につけるのはファールにならないためで、実際のところ足に体重はほとんどかけていません。それではショットをしてみましょう。ナイス。さて、身を乗り出しても届かない場合はメカニカルブリッジを使います。はい、それでは構えてみましょう。ここから気をつけるポイントを4つさなちゃんにお伝えして、その後のフォームがこちらになります。はい、それではその4つお話していきますね。メカニカルブリッジを構えたときは普通のフォームと全く違いますが、正確にショットをするためなるべくブレにくくするという考えは同じです。1、足の幅は肩幅ぐらい。右利きの方は右足が前。2、左手はメカニカルブリッジを押さえる。3、右手の指3本で軽く持つ。4、右腕は少し開く。ちなみにこの3つある山にはどこに球を乗せても大丈夫ですが、一番高いところだと他よりも傾斜がつきやすくなるので注意しましょう。さて、メカニカルブリッジは球の振り方も普段と違います。肘の動きだけでなく、手首や指先のスナップをうまく使いながら、なるべく球をまっすぐに出しましょう。肘の動きだけで球を振ると、球先が右に向かいやすくなってしまうので、注意が必要ですね。私はいつもつく瞬間は右手全体も短くまっすぐにボールに向かって押し出すようなイメージを持っています。それではさなちゃん、やってみましょう。ナイス。はい、じゃあ練習のために全部メカニカルブリッジを使ってラインボールしてみますか？それはもうちょっと上手くなってからはい、いかがでしたでしょうか？ぜひ今日の動画を参考にメカニカルブリッジ使ってみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。